のものは日本のものに完結させないと、親方のところに来てるお客さん 90% ヤクザだったんで。今日使ったのはこの種類なんですけど、そうですね、筋張りって言ってこう線を引くための、針が、まあ、細いのと太いのとか、あとぼかしって言ってこう潰しの方ですね。まあこれも用途に合わせて、まあ、ちょっと細かめのやつから太いのから、まあ、23種類使う場合もあるし、まあ、基本でも 4種類ですかね。その種もいろいろあるんですもんね。そうですね。分かんないようなその色味の感じが。木口とか赤口とか言って、ちょっと赤寄りの種とか、ちょっとこう明るいオレンジっぽい種とか、鳥みたいな。厳密に言うとまあ3色ぐらいあるのかな、種の中でも。ただ昔の顔料に関しては、その赤色を作るために水銀を使わなきゃ出せなかった昔の技術が。なので昔の種というのは結構高熱が出たり水銀が入ってるから。ただ今はもうそんなことないです。そんなの水銀を使わずともその種色を作れるから。はい。まあそんなことないです。まあ自分はその木口って言って、ちょっとこう明るめのオレンジに近い種色を自分は選んでますけど。一体何の銘柄なのかというのは、それは企業秘密です。そうです。あんまり言えないことではない。朱色は絶対使った方がいいですよね。朱色を使うとやっぱ伝統的な彫り物っぽくなるんですよね。まあ私は日本の顔料を使ってるんですけど、まあ日本産の顔料ですよね。ただほとんど今の人は海外からインクを使ってるはずなんですよ。輸入された。で基本マシン向けなんですよ。手彫り向けには作られてないので、発色もやっぱね、違うんですよね、インクって。より明るいんですよね。明るいし、すごい綺麗すぎちゃって、すごいたくさんインク種類あるから、日本の彫り物に使う色って限られてるから、そんな色数使いすぎると伝統的なものにならない。なのでやっぱり色数を抑えて日本のもので、日本のやっぱ伝統の彫り物なので海外のものには頼りたくないですよね。輸入したインク、輸入した針、その他もろもろ、そういうものには頼りたくないと。やっぱり日本のものは日本のもので完結させないと伝統にならないんじゃないかというお考えがあるんですね。今回のドイツのコンペティション出て、やっぱその海外の人もそこはやっぱり評価というかやっぱ分かって。全く分かってないと思います。そうなんですか。そこまでそこまで日本のものに自分がこだわってるのも知らないと思うし、何使ってるか分かってないんじゃないですか。うちはインクだってこの墨なんかは奈良の小林の墨をすって使ってるし、書道でも使います。ですよね。まあほぼ最初書道ですね。入れ墨のは我々が勝手に使ってるだけなんで。門外不出的なもんもあるし、知らない人が多いんじゃないですかね、海外の方は。この顔料はこれですなんて絶対言わないから。私はこの道入ったのは20歳からです。自分の体に彫り物を入れてから、俺もこれやりたいと。ただやっぱその10代の小僧の時なんていうのは、動機なんていうのはすごいシンプルで、かっこいいなと。かっこいいから俺もやりたいという、そんなもんですよ、動機なんて。彫ってもらった堀師さんの師匠にあたる人に私は弟子入りしたんですよ。そうなんですか。それは浅草で。そういう経緯だったんです。教わることって基本なくて、大体もうまず便所掃除とか身の回りの親方の世話とかカバン持ちみたいなことから始まるんですよ。完全徒弟制度ですね。そうですね。見て覚える。見て習うから見習い。まあ彫師の見習いという言い方はしないですけどね。まあ弟子なんで。弟子という言い方をしますけど、当時その親方のところに来てるお客さん 90% ヤクザだったんで、そうするとやっぱりそういう
行儀絶対必要なんですよね。間違いもあっちゃいけないし、やっぱ厳しかったですよ、礼儀とか。口の聞き方から何から全て最初から全部力中まで怒られてですけど、この般若桜とかこれだいぶ直したんですよ今は。最初に自分でそのカバーされたんですか？自分でそうですね。あまりにも汚いから直してもらったりとかですね。そうですね。人を惚れるようになるんですか？人を惚れるのは自分の足である程度こう感覚つかんで、そしたらじゃあちょっと友達とかやっていいぞみたいな、お金はもらっちゃダメだぞと、そういう肌を貸してもらうという。でもどうせそんなうまいもんなんか惚れるわけはないんですよ。だから自分も友達の肌だいぶだいぶやりましたよ勉強させてもらったというかね。でもそれがやっぱありがたかったですけどね。若いやつ堀市探してるから行ってこいみたいな。で1時間いくらみたいな、最初金額なんか低いわけですよ。仕事できるのは嬉しいから行くわけですよね。でとある事務所でずっともう出張仕事で1回1月の間半分とか行くんですよね。最初事務所泊まり込みで。泊まり込みなんですか？泊まり込みですね。布団とか一式用意してもらって、こっちは仕事道具持ってって、もう1日4人5人とかバンバン、1日当時は14時間とかびっちりやってましたよね。やばいですね。でもすごいよくしてくれるんですよ。終わったら飯とか飲み連れてってくれるし、風呂とか行って、すごい大事にしてもらったんですよね。彫り物って透明が効くって言い方するんですけど、離れたとこから見ても何の絵が入ってるって分かるような彫り物がいい彫り物とされてるんですよね。だからこうやって近くに見るもんじゃないんですよ。やっぱちょっと離れて、それこそみこしの上に乗ってって何が入ってるみたいな彫り物って離れて見るもんなんですよ。だからシンプルなものほど透明が効くという。細かすぎるとごちゃごちゃして何が入ってるか分かんない、離れると。それはいい彫り物とはされないんですよね。お客さんが来て入れ墨つくっていうのは本番なんで、本番は実は楽なんですよね。その準備段階が一番大変で、針を作ったり墨を吸ったり絵を描いたり、そのお客さんから見えない作業というのがほぼほぼ大半なんですよ。90% が下準備で 10% 本番なんですよ。だから入れ墨ついてる時って準備したものをただやるだけなんですよ。だから仕事は段取りが決まる。仕事ってみんなそうじゃないですか。みんな準備が一番大事じゃないですか。準備しくると本番もしくるという。入れ墨も一緒です。準備が一番大事。我々とかついてるところフィーチャーしたがるけど、そこじゃないんだ。そこは本番なんで一番ね目立つ場所がある、日が当たる場所ではあるかもしれないけど、さっき地味な作業って言っちゃって、むしろそうなんですね。いい作品になるかどうかっていうのはこの手前の9割で決まると思います。ほぼほぼ決まるんじゃないですか。なるほど。